贈答用のコチョウランを解体するのにあった方がいいものを紹介します。まずは、作業をするのに結構水苔のカスとかが落ちるので、できたら何か引いた方がいいですね。新聞紙なんかだとそのままゴミごと捨てられるので、便利かなと思います。あとはその水苔を受けるトレーとか、あとは使いやすい、ゴミ箱なんかですねも、いいと思います。それからハサミ、ハサミはですね、今ある花茎をまず切りますので、それに使うハサミですね。そして、ハサミをコチョウランに当てるときは先に刃を消毒しといた方がいいので、ライターもあるといいです。それから水苔を、手でほぐしていくのは結構大変なので、ピンセットとか、私はこのコチョウランの支柱を使ってしまいますけれども、こういったものが何かあると便利です。これも直接コチョウランに触れさせるものなので、できたら消毒をしておいた方がいいです。あとゴミ袋ですね。包装を剥がしたり、終わった花を捨てたり、あと水苔の量、先ほども言いましたけど結構な量が出るので、もう一つ、用意をしてゴミが捨てれるようにしておくといいと思います。あとは、これ水苔を外した株をもし、数日干しておくとなった時にはですね、私はこういったビニール紐を、使っていますので、ちょっと干してから、続きの作業をしようかなという場合には、あると便利です。コチョウランの解体に必要なものはだいたいこんな感じです。今日は友達の自宅から、持って帰ってきた時に車の中でこのコチョウランの鉢が転ばないようにするためにこの段ボールを切ったものに入れていました。そこが少し広くなると車の中でも多少は倒れづらくなるので、機会がある方は、こういった段ボールなんかを用意しておくと少しは倒れにくくなります。はい、ではまず包装を取っていきますけれども、このリボンがついている状態、全くもってお花屋さんが、自宅に運んできてくれた状態ですね。今回は、もうこのまんまにしていたようです。はい、ラッピングのリボンと包装用紙を取りました。まずはこの支柱についているテープ、これを外していきます。花茎が支柱から外せました。で、このお花はもう今回は切っていきます。そう簡単に抜けないような作りになっているので、こう引っ張り上げてもですね、なかなか抜けないことも多いです。その場合はですね、この状態で抜くのではなくて、こう鉢から出してですね、1株ずつを相手にした方がうまくいくこともあります。こんな感じでね、鉢から、下に支柱が飛び出るような感じで、ついてるものも中にはあるんですね。本当にこうなるとなかなか抜けないです。植木鉢に入っていたコチョウラン3つを取り出しました。中を見てみますと、こういった発泡スチロールが入っていますね。細かい発泡スチロールがバサバサっと入っている場合もあるんですけど、今回のこのコチョウランは専用の発泡スチロールが使われていますね。で、ここに1株、2株、3株と乗っていたわけです。で、この発泡スチロールにですね、先ほどの支柱の刺さっていた跡があります。ここまで頑丈にしてあったら2ヶ月、3ヶ月、あと輸送中ですね、余裕で形崩れないですね。発泡スチロールはプラスチックなので、プラスチックごみに分別して捨ててきました。引っ
くと力が加わりますし、先端が尖っていますから、扱いは気をつけてくださいね。はい、支柱が抜けました。この支柱をね、引っ張り抜いてのどうのこうのとかってやってるのに結構場所が必要なので、贈答用のコチョウランを解体するときは時間と気持ちに余裕があって、ちょっと広いスペースを家族とかに迷惑かけずに使える時間と場所でやることをお勧めします。結構疲れます。これもう支柱を外したらビニールポットがついでに取れたんですけれども、もし硬ければハサミをこう入れてですね、切っていくといいと思います。でその時に中の健康な根を傷つけないように気をつけてくださいね。この作業をする時はできたら葉は消毒したものを使うのがおすすめです。続いて株の植え込み剤を取っていくわけですけれども、どうして植え込み剤を取らなきゃいけないかっていうことですよね。植え替えをした後っていうのは、ちょっと株が疲れますからお花がそんなに立派になりにくいっていう傾向がありますよね。で、ということは今回のお花みたいに、すごく立派に咲き誇ってたお花っていうのは植え替え直後ではないだろうと、想像できるわけですよ。つまり、植え替えから2年後もしくは3年ぐらい経っているものもあるかもしれません。ということはつまりそろそろ植え替えの時期ということになるんですね。水苔が古いかどうかっていうことも最初はちょっと分かりづらいと思うんですけれども、まずは1回、植え込み剤を外して植え替えるっていうのが大体セオリーなんだということで思ってもおいてもらえるといいかなと思います。あと家庭で管理する上ではですね、先ほど、見たこのビニールポットよりですね、素焼き鉢とか、通気性のいいものの方が管理しやすかったりするので、そこに植え替えるっていうことも兼ねてですね、こういった贈答品買ってきたコチョウランのお花は一度、植え込み剤を外して、植え替えの作業をしていきます。これはですね、表面がバークといってこの木のチップが細かくなったもの、これが使われていました。バークの場合はですね、振ると結構コロコロコロっと落ちてきてくれますので、簡単にバークの部分は外すことができます。そして中ですね、これ中、水苔の塊があります。これはですね、このバークのポットに植え替える前に、この水苔の一回り、二回りぐらい小さいですけど、のポットで育てられていたという形跡になりますね。で、中がですね、今回は、水苔で植わっているんですけれども、最終的な大きな鉢も水苔で植わっている場合ももちろんあります。で、さっきバークは、振るだけで落ちてくるものもあると言ったんですけど、水苔の方がしっかり絡み合っていて、取りにくいんですよね。なので、その時に必要なものの中でお話ししたこういう棒とか、ピンセットなんかで、かき出すようにしてやると、早く楽にできます。で、水苔は乾いていると非常に絡み合って硬くなりますので、もしカッサカサに乾いているようでしたら一度、お水を含ませてからやると根っこも傷つけにくいですし、作業自体も楽なので、もしカチカチの場合はお水を一度、かけてあげてから作業してください。中はこんな感じですね。はい、次根っこの整理ですけれども、完全に枯れている根っこを
取っていきます。引っ張ると取れるものもありますし、枯れていながらもくっついているものもあります。これを切り取っていきます。でこの根っこの整理ですね、どこまで切ったらいいのかっていうのを迷われる方いると思うんですけど、いい根っこと悪い根っこが正直見分けがつかないよっていう場合とか、あとはですね、ちょっと悪い根っこが多そうだなっていうような場合っていうのは、ちょっと判断を早まらずに一回干してみるっていうのを私はおすすめします。一回干してみますと、ダメな根っこってすごく歴然と分かってくるんですよ。残せるいい根っこがもしかしたら少ないかもしれないなという場合にはですね、切ってしまったらもう元に戻りませんから、一度1週間ぐらい干してですね、それで本当にダメな根っこだけを切り取るっていう方法でも十分だと思います。とにかく根っこの本数っていうのは今後のコチョウランの成長に関わるものすごく大事な要素ですので、早まって切りすぎてしまって後から株を復活させられないとなってもですね、もう手遅れになりますので早まらない方がいいと思います。あんまり枯れた根っこが植え込み材の中にたくさんある状態で、いると、水はけが悪くなるんですよね。熟々の状態が続いてしまってコチョウランにとって良くない環境が続くので、定期的に根っこの整理をして枯れた根っこは捨てて、新しい植え込み材にしてあげるのはいいんですけれども、このね、枯れた根っこがついてるっていうのは、例えば人間の体でいう、悪い腫瘍がついてるっていうのとは違うんですよね。なので急いで切り取る必要はないんですよ。その枯れている根っこが、ついてたらいけないとか、ちょっと早とちりかもしれないので、とにかく根っこを切るときは慎重になっていただくといいと思います。植え込み剤を取った後、株を洗うっていうのを私も以前の動画でもやってるんですけれども、洗う理由はですね、ピカピカに磨き上げる必要があるとか、今までのものが汚れていて、でそれを取らなきゃいけないとかっていう理由で洗っているわけではないんですね。確かにですね、今回なんかも少なく見積もっても 2,3 ヶ月、ずっと、ほったらかしにされていたと思うので、葉っぱの表面とかにホコリとかも溜まってるんですよね。あと私が、この後ですね、干すんですけれども、この紐を使って、天井付近から、部屋の中にぶら下げとくんですけれども、この根っこの間に少し挟まってくっついているこのバークとか、ちょっと残っている水苔とかがね、部屋の中にパラパラ落ちるんですよね。でなのでそれが嫌なんで、私は部屋の中に干す前に一回洗ってるんですけど、その洗うっていう意味がね、これまで話したことがなかったので、ちょっと挟んでみました。ということで洗っていきます。はい、洗ってきました。料理に使う野菜でしたらね、綺麗に洗うと思いますけれども、コチョウランはそんなに綺麗に、洗い上げる必要は全くありませんので、ざっくり洗ってきました。で、このコチョウランを先ほどから言っていますように、しばらく干しておくんですけれども、この葉っぱと葉っぱの間にですね、こう紐を通して吊り下げておきます。簡単にこんな感じでビニールテープで輪っかを作ってしまえばぶら下げることができます。これで十分です。はい、吊るしたコチョウランはこんな感じになっています。今回残した根っこは結構多いんですけれども、それでもですね、これだけ葉っぱがあると葉っぱの方が重くなってぶら下げると自然に葉っぱが下がりますが、この状態でも全く問題ありません。で、今洗って根っこが濡れていますけれども、このままですね、1週間ぐらい、待ってもらって全然コチョウランとしては大丈夫ですので心配しないでください。でコチョウランをこうして吊るしておく場所なんですけれども、絶対に直射日光が当たらない場所、こうレースのカーテンなんか
が、ある場所にしてあげてくださいね。で、このコチョウランの根っこをさっき洗ってきましたけれども、冷たいお水が出る時期でなければ普通の水道水で全然大丈夫です。真冬とか、山の近くで、お水がすごく冷たい場所の方は、ちょっと、お湯を混ぜたぬるま湯にしてあげるといいと思いますが、それ以外の方はですね、全く普通の水道水で構いません。また1週間後に根っこの整理を改めて行いたいと思います。今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ、次回の動画、根っこがどうなっているかもぜひご覧になってください。